彩色兼美なお姉さんは、好きですか？はい、好きです。あ、自問自答だったんだ。本日は彩色兼美なお姉さんが好きなあなたに決めつけられた。台湾チア界が誇るスーパースペシャルレアチアリーダーをご紹介します。すっごいソシャゲ能な言い方。失礼いたしました。台湾チア界が誇る星7チアリーダー。同じだよ。本日ご紹介するのは WBC2026 台湾代表チアリーダー CT ヤメイズ所属美しすぎる舞踊家、クールビューティー君城さんです。台湾チアの中でも、ひときわ尊敬を集めてる人だよな。どんなチアリーダー好きも、君城さんには一目置いている、そんな人です。けれど、名前の発音は日本語でいいのか？それについては、こちらの字にご注目ください。君とは、尊敬や親愛を表す二人称です。そして、白とは美しさを表す色。君白というだけで、好きな人に告白したような、キュンとした印象がしませんか？豪気がいなけりゃしたのにな。さらにこちら、君白さんの Facebook をご覧ください。君の名は？俺の名を言ってみろ！それは俺の名は？まずは君城さんが、女性タレントの誰に似てるか選手権を開催します。なぜそんな選手権を？君城さんは外国人ですから、言葉がわかりません。言葉がわからないと、性格もつかみにくいです。なので、最初は日本タレントに置き換えるのが、一番イメージしやすいんですよ。そういうもんか。さあ、早く。女優の仲間由紀恵と、モデルの海老原ゆりで、融合発動！した感じじゃないか？確かに横顔とか、笑顔とか、仲間由紀恵感ありますね。あとこの、髪を片方だけ耳にかけるの、いいよな。男子がときめく髪型ですね。仲間由紀恵に似てるてめえよ！どう見ても私ですけど。おっと、これは賛否両論です。エビちゃんはどうだ？ほら、メイクや髪型によっては、エビちゃんっぽさが際立たないか？仲間由紀恵は沖縄、海老原ゆりは宮崎ですから、南国出身という共通点はありますね。南国なのに、みんな色白だよな。いつもと違う2色のごまソース。金曜から I'm ラーメン。絶対似てます。てめえよ！こちらのミニドラマでは、教師役で出演しています。極戦のヤン組というより、トリックの山田直子な雰囲気だな。ちなみに教師役と言いましたが、教師役じゃないかもしれません。というと、最後の方で女の子が、詐欺にあったようなことを言ってるんです。トリックを仕掛けられてしまったか。これなんでだよ！こちらはツインテールに、白のリボンです。ああ、これは確実に4比の一角ですね。はっきりわかんだわ。4比といえば、以前チュンチュンに、4匹の現代先生ことチュンチュン。と言ってますから、比は埋まっています。となると、祝比、特比、兼比。美人。いや、一応、美人というくらいもありますが、4比ではないですが、美人。なぜそんなに、美人を冠したいのですか？美人だから。美人？と言ってる間に、ホームランです。クールな印象の人だけど、こんなに喜ぶこともあるんだな。時折見せる少女感が、可愛いですね。こんなこと一緒に盛り上がれるなら、野球に興味なくても球場行っちゃうよ。飛んだ。リプレイを見てみましょう。いや、わざわざ見せんでも。見事な高弾道だったな。君城選手、メディカルチェックが入ります。こういう髪の毛まとめてる様子とかって、男から見ると新鮮だよな。ダメそうなので、控室でお色直しです。こういうの、ちゃんと直すんだ。直しますよ。観客の皆様には、なるべく綺麗な姿を見せねばなりませんから。そうなのか。うちらのためにお色直しなんて、なんだか申し訳ないな。別にそのままでも、十分綺麗だけど。えへへ。ちょろ。うるさインスタを見ると、自然を愛する、オーガニックな人のようです。山田直子も自然を愛する人だったな。山田直子は自然に連れて行かれるだけで、自然好きではないです。さよなら、日本海。ワンピース。
チェーンソーマン、ブルーロック、意外とアニメ好きなのか？そうかもしれません。ゴゴティー。あ、これエビちゃんっぽいな。これもエビちゃんっぽいな。それはエビちゃんです。なんで迷彩かけた？そんなね、誰かに似てるから好き、なんて言われても、女性は喜ばないんですよ。お前が始めた物語やん。金曜から I'm loving it。 鍛えられた背中、鍛えられたお尻。結果にコミット。これ、どこかで見たことある景色だ。資生堂マキアージュ透明感ファンデ。稀に見る騎士感。資生堂が似合う女ですから。ほなエビちゃんやないかい。かわいい。美術館に行くと作品以上に絵になっちゃうな。君城さんが舐めかけて捨てた飴とか、余裕で舐めれますよね。どうした？いきなりどうした？話聞こうか。実は私、君城さんみたいな色白美人。めちゃくちゃタイプなんです。別にお前だけじゃないと思うぞ。しかし私は、そんな君城さんを、好きになれない理由があったのです。何があったんだ？君城さんは味全流、ドラゴンビューティーズのチアリーダーです。そして私は、中心兄弟パッションシスターズ推し。言うなれば私と君城さんは、敵同士だったのです。ふーん。じゃあお前はどっか行ってろよ。さらに君城さんは、私が学生時代に好きだった、R ちゃんによく似ているのです。R ちゃん？R ちゃんも、仲間由紀恵によく似ていて、月に一度は告白されるくらいモテる、学校一の美人でした。まあ、学生時代に好きだった人に似てるわ。台湾チアあるあるだからな。トラウマツラタン。振られたのか、R ちゃんに。振られました。R ちゃんどこ出身なんだ？ R ちゃん長崎生まれ。ああ、やっぱり南国系なんだ。そう。南国といえば、甘い。で甘い。超甘い。すげえキモい。デスプリゴールド。けれどそれらの理由は、君城さんのある決断により、解決を迎えたのです。ある決断？まあそれは、おいおい説明しますね。君城さんの本質は、美人な見た目だけではありません。実は君城さんは、国立台北芸術大学、舞踊学院で修士号を取得した、舞踊の専門家なのです。へえ、修士号って大学とかでもらえるのか？大学院です。せっかく頭のいい大学出てるんだから。台北芸術大学舞踊学院は、マレーシアやシンガポール、日本からも多くの学生が留学し、世界的なダンサーや劇団員を輩出している、名門校です。世界的と言われてもピンとこないな。本当にすごいのか？ベルリン国立バレエ団とか、ディズニーミュージカル俳優とか、シルク・ド・ソレイユです。そりゃすげえ。横文字出すとこれですよ。舞踊の専攻って、一体どんなこと？すごいことしてるな。主に、伝統舞踊や、コンテンポラリーダンスの理論を研究します。余熱原子みたいなダンスだ。研究したら、自身で表現し、論文を制作するのです。研究や論文制作を行うので、文学にも精通しています。ダンスが上手いだけじゃなく、芸術的な人なんだな。ふと見上げたら、小さな癒し、騒がしい私。飛行機を癒しと表現するなんて、詩的だ。小さなことにこだわりすぎると、ドリルになってしまいます。ドリル。時には遠くを見て、視野を広げることも大切です。深呼吸。私はドリルになってるとこが見たい。ドリル好きの男子は黙って。こちらのイベント写真のタイトルは、美しい午後。サブカル女子レベル99って感じだな。君城さんのエッセイや詩集が出たら、ぜひ見てみたいですね。只是学习多一些别人看不到的东西。あ、極楽浄土じゃないか。伝統と現代ポップが融合したこの曲は、君城さんの舞の特徴をよく見ることができます。こう、指先まで流れる美しさがあって、良いわびさびを出してるな。舞踊を学んだ君城さんのダンスは、一見控えめですが、とても洗練されています。私も最近、薬屋のお仕事ってアニメ見て、こういう伝統的な舞に興味あったんだよ。それ薬屋の独り言ですね。
今のシーン、軸足の角度にご注目ください。うわ、すごい外側向いてる。バレエに通じる柔軟性ですね。君城さん、バレエもできるのか？バレエも伝統舞踊の一つですから。意外、それはオンリーマイレールガン。和風なオンリーマイレールガンの逆輸入です。舞踊学院都市のレベル5ということかな？そういうことですね。ダイナミックで迫力あるサミーさんとは対極って感じで、一口にダンスが上手いと言っても色々あるんだな。こちらの肩の動きとか、足の動きとか、なかなか真似できませんよ。確かに綺麗にやろうとすると難しそうだ。真似したの？家で？真似しましたが何か？いや、お前首だけだからさ。こちらはドラゴンビューティーズのチームソングです。足の動きがエモいな。これも真似したのか？真似してわかったのですが、膝がめっちゃ辛いです。よくサポーターつけてるけど、怪我しないためなんだな。美しく踊るのも大変ですね。こちらの球場カメラマンにご注目ください。君城さんを撮ってる。君城さんばかり撮ってるな。君城専属カメラマンになっとるやん。そして、名残惜しそうに去っていった。2分半の曲で1分くらい君城さんを撮ってました。こういうのよくあるのか？あのカメラマン、後でめっちゃ怒られたと思います。こちらは練習の合間にダンスナンバーで遊んでいるのでしょうか。動きキレッキレだ。速いダンスもお手の物だな。こちらはメスガキチュンパイです。どの辺がメスガキなんだ？真ん中の男性はプロダンサーで、彼の作品の指導を受けているのです。簡単に真似しつってるな。先生、分からせ4回転です。意地を見せたな。おやおやメスガキさん、さっきまでの威勢はどこへやら。千本桜だ。この時はコロナ流行中で、マスク着用必須だったため、それを利用してのくのいちスタイルですね。マスクしながらよく踊れるもんだ。これは令和のくのいち。朝栗シャドウズも、こうすりゃよかったんですよ。それは言わない約束だぜ。場外活動での、ポップナンバーです。こんなん絶対高級オリやん。ポップな曲でも、舞踊のテイストが光りますね。古代王朝時代では、こういう舞も、皇帝とか将軍しか見れなかったのかな。こちらのチャリティー公演では、マッチ売りの少女を題材に、演劇風のダンスを披露しています。チアリーダーとは思えぬ演技力だ。舞台の練習とかもしてるのかな。もしかしたら、普段のクールな印象も、気丈を演じた結果かもしれませんね。実はか弱く、おとなしい人ってことか？それこそ演じられた姿に惑わされてないか？いえいえ、弱いところがない人なんて、いないですよ。いいや、まんじゅうがそう思いたいだけだね。意見が割れましたね。みんなは君城さんが、どんな性格だと思う？ついつい美人な容姿に注目してしまいますが、実はかなりの細マッチョです。こういう衣装やダンスがかっこよく見えるの、羨ましいな。自分にもできるかな、と真似すると、鏡に映る姿に絶望します。まあまあ、最初はそんなもんだよ。いつかはああなれるって見本にしたらいいんじゃないかな。他にも体力向上のため、キックボクシングやハーフマラソンに挑戦しています。この人は何をするときも真摯に向き合ってる感じがするよな。芸術志向だからかな。一芸に秀でるものはなんとやらですね。
構エグい日が放つんだな。伝統を継承し、あまたの舞を極めし君城さんを、台湾の人々は尊敬を込め、仙女と呼んでいます。仙女なんて言葉を聞いたの、本心演技の流吉講習以来だ。舞踊の修士号ってよくわからなかったけど、すごいんだな。はい、すごいんです。R ちゃんの成績なんて、学年210人中、200番でしたから。それはちょっとまずいな。R ちゃんは村一番の美人なので、何もしなくても神様扱いでしたよ。私が神だ。容姿がいい子ってどうしても甘やかされてイージーな道を選びがちだからな。可愛いだけじゃダメですか？なんて歌も流行っちゃうくらいだし。可愛いだけじゃダメですか？はっきり言ってぬるいぜ。まああの歌は PV も痩せたい人のためにあえてオウトを催す作りにしてるんだろ。してねえよ。でもどうして源氏名は紫式部じゃなく小野小町にしたんだろうな。水商売の人たちじゃねえよ。みんなも源氏名といえば小野小町より紫式部だと思うよな。みんなも疲れて困ってるよ。いいですか？女の子とはそれだけで、それぞれの可愛さを秘めているのです。その可愛さは、高度な教養と、健やかな精神を育むことで、初めて日の目を見るのです。私のように。お前は首だけだよ。可愛い首じゃ、ダメですか？怖いよ。お前に足りないものは情熱思想理念頭脳義理優雅さ勤勉性何よりは速さが足りない。容姿におごらず、ストイックに生きる。そんな、ノブレス・オブリージの見本こそが、君城さんなのです。日本では知られてないけど、台湾チアって、こういう社会的模範になる人が多いから、国民的人気があるんだよな。模範的な人がちゃんと評価されてるのって、いい社会だなって思いますね。うちら日本社会はどうかな？そんな君城さんのキャリアは、二軍時代の味全流から始まりました。修士号はどこの企業でも即戦力だな。ちなみにこれ、かなりのお宝映像ですよ、これ。そう言われても、私にはどう貴重かわからないよ。これだからにわかは困るんですよね。調子なんだよ。誰かさんの新人時代と比べると、いかにすごいかわかるでしょ。すごい、政府もタイムリーに見極めてる。チュンチュンが政府を見極められるようになるまで、4年はかかったと言っても過言ではないのに。それは過言でしょ。こちらは君城さんの紹介動画です。結構最初から仙女って言われてたんだな。ここでは、ダンスの先生と言ってますね。幼稚園からダンスしてるのか。チアになる前はダンスの先生だったのかな。大学、台艺、研究所、北艺。R ちゃんも、子供が好きという理由で、幼稚園の先生になってましたね。うまくいったのか？いえ、生徒の父兄がうざいと数ヶ月で辞め、その後は工場の派遣社員とご出来婚されたそうです。R ちゃん、もうちょっと頑張ってもいいのにな。派遣社員がダメなわけじゃないけど。ダメですよ。私を振ったんですから、大谷翔平クラスでなければ認めません。お前なんだよ。166。君城さん、166センチなのか？いえ、165センチです。結構高いのに、なんで持ったんだ？台湾のチアって、170前後ばかりなんですよ。みんなそんなに高いのか？こちらの動画は、おそらく君城さんがチアになったきっかけや、結婚観なども語られていて、とても興味深いです。おそらくって？漢字多くて、読めなかったんです。こちらは味全流が一軍昇格後、ガッキーこと翔英ちゃんと踊っている映像です。前回の動画で MVP だった、元スチュワーデスの翔英ちゃん。話はずれますが、私が翔英ちゃんを知ったのは、2022年のオールスター戦、サミーさんの隣に、ガッキー2の子がいる動画がきっかけでした。浮気だ浮気。確かに翔英ちゃんは、可愛さでできている人です。けれど人間、いくら可愛くても、見た目だけで好きになりゃしませんよ。じゃあ、なんで好きになったんだ？今だよここだよ笑ったとこ面白くってごめんね。実は、ガッキーにしてスッチーこと翔英ちゃんも、競技チアの経験者で、かなりの才色兼備なのです。翔英ちゃん、こんな特技あったの？翔英ちゃんを、ただ可愛いだけの女の子と思ってたでしょ。だって、こんなに可愛くて、愛されスタイルしてたら、それで十分って思っちゃうよ。
よく、台湾チアは見た目で選ばれている、なんて誤解されますが、台湾チアに可愛いだけの人なんて、いないんですよ。可愛い人のギャップって、実は天然だったり、運動音痴だったりが定番だと思ってたけど、実はスチュワーデスで、運動神経も抜群なんて人もいるんだな。そんな背景を知ると、同じイベントも見方が変わってきますね。一見可愛らしいイベントに見えるけど、修士号とスチュワーデスって、この空間、かなり偏差値高いぞ。偏差値21000、22000。バカな、まだ上がっていく。うわぁ。ふう、びっくりさせやがって。楽しいですか？楽しいかって聞いてるんだよ。楽しいです。細い、軽い、止まらない。ポッキー、極細ってしかし、こうも綺麗でキャリアのある人たちを見てると、配給さんでも任せなさい。とか言ってるワークに言い知れない焦りを感じてくるな。とは言いますが、知識や教養あっても夢詰め込めますし、空っぽじゃ夢と改善にニート確定です。夢のないこと言わないでくれる？ちなみに翔英ちゃんは、可愛いだけじゃダメですか？がお気に入りで、インスタ動画の BGM にしています。確か、痩せたい人のために、PV も応答催す。実は私もあの歌、最初聞いた時から好きだったんだよね。はい、もう遅いです。自分を貫いてください。人出しなんて卑怯だぜ。こちらは2022年のドラゴンビューティーズ PV です。あ、君しろちゃんが出だしを飾ってる。二軍時代から味全流を支え、その功用と知名度に大きく貢献した評価は高く、美人は PV に映えます。最後が8割くらいじゃないか？君しろさんは味全流の顔とも言える存在となり、そんな折に開催されたのが、WBC2023 です。前回の WBC か。チアリーダー文化発展以降、初の世界大会ということで、応援には台湾チアを代表する、究極のガチメンバーが選抜されました。メンツから意気込みが伝わってくるぜ。ならもちろん、戦女と名高い君しろさんも、選抜されませんでした。君しろさんが選抜されないなんて、18号を吸収してないセルみたいなもんだろ。おいベジータ、こいつをなんとかしてくれよ。私もめっちゃ探したんですよ。でもどれだけ探しても、いなかったんです。一体君しろさんはどうしちゃったんだ？その理由は、1ヶ月後に判明しました。君しろさんは2023年度から、チュンチュンやサミーさんのいるパッションシスターズに移籍したため、WBC には選抜されなかったのです。どうして移籍すると選抜されない？ CPBL は、だいたい4月から11月にかけて開催されます。シーズンオフに移籍した君しろさんは、11月までは味全流、4月からは中心兄弟所属です。そして、WBC は3月開催です。あ、もう味全流からは移籍してるから、ドラゴンビューティーズの代表にはなれないのか。つまり君しろさんは、WBC 代表という栄養決定まで、パッションシスターズに移籍したのです。あざっす。だから今回、やたら編集頑張ってたんだな。中心に来てよかったって、ちょっとでも思ってほしいじゃないですか。でも、そうまでして移籍するって、そんなに体操着とか、ボディコン着せられるのが嫌だったのかな。そういうわけではないです。思い入れもたくさんあったと思います。じゃあ、どうして移籍したんだ？そんなの決まってるんですよね。なんだ？君しろさんを好きになりたいけどなれなかった。私のためです。それだけはないから安心していいぞ。冗談に決まってるじゃないですか。私のことを知りもしない君しろさんが、私のために移籍するはずないんですよね。てか、知ってたところで移籍しないでしょ。そう言ってんだけど。気になる移籍理由はこちら、楽天モンキーズのゆりさんがアシスタントを務める、トークいっぱいという番組で語られています。女優のゆりさん。ガールズリベンジ、ネットフリックスで配信中です。見たのか？人生で初めて、台湾映画見ました。人生初の台湾映画は思った以上にうつ展開だったか。君しろさん、そのコーチエンという女に逆らってはいけません。演じられた姿に惑わされてる。そんなコーチエンことゆりさんは、7月28日、日本写真集、落乳妊娠を発売します。日本写真集？
こちらは冬と春、2度の来日で撮影された、全編日本での写真集なんですよ。四季折々のゆりさんが見れるんだな。撮影の様子は、インスタグラムにも投稿されており、衣装の中にはとても恐ろしい。綺麗な制服姿もありますよ。大丈夫？脅されて宣伝してない？それで、君城さんの移籍理由は何だったんだ？ですから、このトークいっぱいで語られています。じゃなくて、その内容を聞いてるんだよ。内容が分かっていたら、この番組で語られています、なんて言わずにその内容を直接言ってるんですよね。なんて読むかわからん。習ってない？言葉がわからないから、いつも気になるところがわからないな。AKA と言ってるのは読めるんですけどね。AKB ならともかく、AKA ってなんだ？なんでしょう？読めてもわからない。そんなミステリアスな部分も、君城さんの魅力なのです。あざす。私たちにとっては謎の女だけど、現地ではそんなことないんじゃないか。まあ、アジゼンに貢献できることは、すべてしたと言える人ですから、今後は実力派のパッションシスターズに貢献したかった、といった理由だと思います。今のドラゴンビューティーズはアイドル色強いからな。君城さんがアイドルで通じる容姿だから気にしてなかったけど、本質はパッションシスターズが近かったのかな。むしろ、君城さんが移籍したため、アジゼンは、伝統系からアイドル系にシフトしたのではないでしょうか。確かに、以前の伝統感は、君城さんあってのものだったからな。ちなみに、リンシャンさんのアジゼン移籍は2024年、君城さんの中心移籍は2023年なので、2023年のオールスター戦では、君城さんはパッションシスターズのユニフォーム、リンシャンは楽天のユニフォームだ。こちらは翌年、2024年のオールスター戦、楽天、マジェセン選手の打席です。めっちゃ盛り上がってる。二人は恋人同士と大ニュースになりましたので、そういうのみんな知ってるんだ。オールスター戦は台湾カースト一軍女子の総決算とも言える場です。本当に台湾の一軍女子が集結してるのか？何をおっしゃいますか。こちらのイーリーちゃんはフランス語ペラペラ、TOEIC960 点のトリリンガル。あのひろゆきもタジタジの才色兼備ですよ。そっちじゃない。全チームのチアが、全チームの曲を踊り、運が良ければ、目の前で見れたり。さらには、意外、これは恋愛サーキュレーション。台湾一軍女子、総勢50名による、最大規模の恋愛サーキュレーションです。なんで恋愛サーキュレーションなんだ？オールスターの会場前は、その時々で世界でバズった曲を踊るんですよ。へえ、面白いな。こうした努力の甲斐あり、オールスター戦の人気は毎年上昇。7月19日から開催される今年のチケットは、7万枚が1時間で完売したそうです。CPBL は動詞をきっちり結果につなげてくるな。君城さんも、トークいっぱいで共演したゆりさんと踊ってますよ。隣で踊ってた2人の共演なんて、なんかエモいな。そのゆりさんも今シーズンから、楽天からアジゼン流へ移籍しています。リンシャンに続いて、ゆりさんもアジゼンに行ったのか？はい。アジゼンサポーターも、今後はゆりさんが、リンシャンさんやショウエイちゃん、リンリンちゃんなどのメンバーと、どのようなまぐわいを見せていくのか楽しみ。違うだろ。それを言うなら、メンバー同士の絡みとかだよな。まぐわいだと全然違う業界になっちゃうから。ラーラー隊になっちゃうから。でも、ゆりさん、なんですよね。やかましいわ。あやねちゃん。やめろよ。アジゼン流に変なイメージついちゃうだろ。うるさいですね。ゆりにはまぐわいの他にも、友情や絆、といった意味が含まれています。まぐわうことばかり考えてしまうのは、あなたの心が汚れているからです。どう考えようがお前が言い出したことだよ。じゃあ聞きますが、チアリーダーの恋愛情報を解説されるのと、実はゆりではないかという私の話を聞くの、どっちがいいですか？前者は辛いだけですが、後者は幸せな気持ちになれるんです。後者は妄想じゃん。まぐわいは村で唯一の娯楽ですから。
まあ私としては、小学生チアリーダーのネイネイちゃんを、ゆりお姉様がよしよしする姿を見て、ほっこりしたいな。こんなに子供っぽい子と、大人っぽい人がチームメイトなんて、機動戦艦なでしこみたいじゃないか。どうぞ。サンキュー、リリリリ。あら、今日はおめかししちゃって、ネイネイちゃんかわいいね。ねえ姉ちゃん、かわいいね。ゆりさん、もう試合、始まっちゃう。ねえ姉ちゃんは、私とこういうことするの、嫌？いえ、嬉しい。です。でも、女の子同士でこんなこと、いけないです。いけないことって、興奮してこない？すみません、調子に乗りました。お前だいぶ危ない橋渡ったぞ。すいませんでした。というか、そもそもねえ姉ちゃんを子供扱いしてますけど、彼女はストリートダンス国際コンテスト、台湾代表ですよ。ネイネイさんじゃないっすか。ねえ姉ちゃんは子供の頃からストリートダンスをしている、路上の妖精なのです。路上の伝説と、電子の妖精で、融合発動したみたいだな。じゃあこれは、中学生くらいの時の映像か？それは大学2年生の時の映像ですね。真面目に言ってるのか、マット。デスノートで天音美沙の監視してたネロの相棒じゃねえよ。ねえ姉ちゃんは大学入学と同時、ドラゴンデューティーズ練習生になりました。そんなに早くから。ほどなくバスケチア、パイロットクルーを兼任。さらにストリートダンス活動と、めっちゃ多忙な日々を送っています。ちなみに体重は38キロです。小さな体なのに、すごいバイタリティだ。三垒的伙伴，全场的伙伴。Let's go, let's go！ 最愛的球隊、味全龍。嗨卡的开关。また、写真集、ゼロ距離を発売中、元気娘ことリンリンちゃんですが、確か、山本さやかみたいな雰囲気で、日本でも人気ある子だよな。あの子も何か知らない一面があるのか？大学生チアリーディング選手権、世界大会で、銅メダルを獲得しています。元気さ世界レベルだな。リンリンちゃんを、ただ元気なだけの女の子と思ってたでしょ。誰も思ってないし、ただ元気なだけって失礼だな。野球チアより競技チアの方がすごいという人もいるけど、競技チア出身の野球チアだったとはな。だから言ったでしょう？台湾チアに可愛いだけの人なんて、いないんですよ。ネイネイちゃんとリンリンちゃんは、君城さんと面識あるのか？二人とも、君城さんが移籍する直前、練習生として加入したので、ギリギリ面識はあると思います。ちなみに、世界的応援歌で有名な陳志豪も、アジゼンが獲得しました。じゃあ、この曲はどうなるんだ？アジゼンでは新しい応援歌に変わり、この曲自体は中心に残留しました。今後は、戦通ハオの部分だけ変えて、使っていくんだな。第二棒吉利吉捞拱冠，第三棒陈子豪。こちらは移籍前、ドラゴンビューティーズとパッションシスターズのコラボで、隣にはエキゾチックダンスで有名な、カティさんがいます。一軍女子の人だ。そして移籍後は、君城さん、カティの舞の洗礼を受けてる。パッションシスターズの新人は、この、カティのエグゾディアダンスの儀式を受けるのが、慣例となっています。これみんなやらなきゃいけないのか？マジかよ。シーザー。そしてもちろん、あのことも、君城さん、びっくりしてる。君城さんがチアになった時期はちょうど、空前のチュンチュンブームでしたから、チアになったきっかけの一人かもしれませんね。大丈夫だぜ君城さん。その子先輩だけど、君城さんよりダンス下手だから。こちらはシーズンオープン前、新しいテーマソングをサポーターに教えています。オープン前？このイベントは3月開催で、君城さんはまだパッションシスターズとして、公式戦デビューしていません。デビュー前から、もう教える仕事してるのか？そこは君城さんですから。こんなに美人な先生だったら、ダンスも頭に入らないだろうな。なんだ？これは彼の、コンテンポラリーダンスです。コンテンポラリーダンス。コンテンポラリーダンスは動き、スタイル、時と場所、すべてが自由です。時と場所が選べたの。君城さんはアジ全流だけでなく、バスケチア、ミューズガールズにも所属していましたが、中心兄弟もバスケチームを運営しているため、バスケチアとしても中心に移籍となりました。
ミューズガールズとは打って変わって、中心はヒップホップなスタイルだな。ヒップホップの練習もしてるので、大丈夫です。ヒップホップまでやってたのか？何でもやってますよ。でも、2チーム分のダンスを覚え直すのは大変じゃないか？君城さんに限っては問題ありません。どうしてだ？君城さんはミューズガールズ以前にも、対抗ウィングガールズというバスケチアに所属していました。対抗って、イーリーちゃんがいるチームじゃなかったか？対抗グループは2022年、CPBL に参加表明したので、他球団チアは対抗系列にいられなくなったのです。それでミューズガールズに移籍したのか？っていうか、ミューズガールズならいいのか？アジ全流はバスケチームを持ってないので、ドラゴンビューティーズメンバーはどこのバスケチームにも所属できます。ただし、中心、風盆、対抗など、野球とバスケを両立するチームには入れません。逆に、中心、風盆、対抗のチアは、バスケも系列チームに自動配属されるのか？ちなみに、ねえねえちゃんがパイロットクルーとして所属するパイロットモンキーズですが、楽天モンキーズと本拠地は同じなものの、親会社は違うのでねえねえちゃんも所属できます。だんだん話が難しくなってきた。ただし、パイロットクルーが楽天モンキーズを応援する、といったイベントの場合、ねえねえちゃんは参加しづらいですね。ちなみにこの子はイーペイちゃんといって、近々 CPBL のチアになるのでは、と私は見ています。つまり、どういうこと？チアリーダーも、会社勤めの社会人なので、大卒教養がいるんですよ。アイドルとは違うんだな。台湾はアイドルも大卒多いですよ。そうなのか？前回紹介した、元アイドルのバオアさんも、看護学校卒です。アイドル看護師チアリーダー。かわいい。そして君城さんは2021年、レーシングチアにも所属しています。まだ所属してたの？優秀な人材は、どこの企業も欲しがりますので。ってことは、チアになって2年目で、野球、バスケ、レースの3チームを兼任してたのか？新人のうちは球場外の仕事も少なく、1チームだけじゃ生活苦しいですから。日本のチアもよく生活苦しいって言うよな。日本チアは、服用がうまくいってない印象ですね。チアリーダーもインフルエンサーも企業案件もらってなんぼだろうからな。君城さんも新人時代から、水野のキャンペーンガールになったり、バドワイザーの案件をこなしたり、美容器具の CM に出たりと、それはもう服用しまくりですよ。新人のうちは、球場外の仕事は少ないんじゃないのか？君城さんやイーリーちゃんのような、美人かつ高学歴な人は、企業も最初から信頼しますから。じゃあ、どうしたら日本チアはうまくいくんだ？台湾チアの真似をすればいいのでは？でも、日本チアには日本チアの魅力があるんじゃないか？それ一番ダメな思考ですね。何？台湾チアは野球だけでなく、あらゆるもののインフルエンサーです。どんなことにも挑戦します。流行を何でも取り入れます。彼女たちの真似を避けてたら、そのうち息もできなくなりますよ。確かに今の時代、野球のインフルエンサーはチアリーダーだな。野球を広められるなら、企業も商品を広めてほしいって案件出すよな。イメージもこれ以上なく、けなげで清純。チアリーダー、最強インフルエンサーじゃん。日本チアは、自身をパフォーマーの型にはめ、そこから出ようとしません。好きなことしかしないなら、生活は苦しくて当然ですよ。じゃあ日本チアも、これからは台湾チアみたいに、インフルエンサー色を出していこうぜ。うまくいかねえよ。え？うまくいかない。お前はダメだ、失敗する。やれるわけがない。全然ダメだ。口ばっかりだ。救えない、救われない。無茶と無謀を積み重ねて、重ねた無理と同じ数だけ死体の山を見ることになる。それがお前らの未来だ。どうして日本チアに絶望したみたいなこと言うの？それ聞いちゃいます？やっぱりいいや。すごいルッキズムかつセンシティブなこと言いそう。バイバイ。バイ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 。やばい。你干嘛？明天拜拜。
明天要帮我编头发哦，明天要帮我编头。哎。我终于遇到你了。队长辛苦了，队长辛苦了。对，队长啊，对，队长，对不起，队长，对不起，队长对吧？好。炸弹超人，好烂哦！才200万了，200万了，你自己看，200万了。你看炸弹超人威力无穷。人気もねえですが天皇気取りでカッポしてんじゃねえよ。どっか行っちゃダメだよ。そこまで言おうとしてない。話を戻すと、君城さんが所属したチームは全部で6チームですね。いろんなチームに貢献していて、君城さんが挙げた興行効果は計り知れないな。お仕事を通し、ステップアップしていく様は、まさに現代のキャリアウーマンですね。そんなチアリーダーに必須なものとは、コミュ力です。これは何の映像？オールスター戦前に、他チームのメンバーと練習しています。これは、イーリーちゃんと共に有名になった、陳志豪以来の名曲。大光ホークス、ハホテイ選手の応援ですね。クーボンのキャロリンちゃんが得意な、巨乳な人ほど有利なダンス。ゴーストロンガーです。凯蒂舞曲。カティの曲って言われてる。カティの曲も有名ですから。ちなみに、台湾チアたちにとって、一番応援ダンスが難しいのは、アジゼン流だそうです。アジゼンと中心、どちらも踊れる君城さんは強いな。みんな違うチームなのに、楽しそうに練習が進んでいきます。選手は敵チームに勝つ力が求められるけど、チアは敵チームとも協調できる力が求められるんだな。君城さんがいろんなチームでやっていけるのも、この、コミュ力があってこそですね。私は逆に、孤高なタイプだと思ってた。日本の血液型占いなら、AB 型っぽいですよね。水見式なら、具現化か、特質だよな。まあ、たとえコミュニケーションが苦手でも、どんどんしていかないと、やってけないもんな。こちらはパッションシスターズでの、公式戦デビュー日です。隣のニコルちゃんは、今はパッションシスターズのキャプテンだよな。ニコルちゃんは元ユニガールズで、ユニガールズでもキャプテンでしたね。パッションシスターズは、キャプテン経験者が5、6人はいるよな。そりゃもう実力派ですから。デビュー戦からもう仲良しだ。こちらはレーシングチームのメンバーとゲームをしています。言った数と出した数が合ってたら足でポンするやつ。言った数と出した数が合ってたら足でポンすることはわかるけど、ゲーム名は5年経った今でもわかりません。誰か知ってたら教えてくれだぜ。カティの舞こと学生か。反外戦って賄賂はダメ、という、啓発動画です。こちらは選挙シーズン中、法務部と最高検察署からの案件です。企業のみならず、政府から案件来るのか。
日本だと、大女優とかに来る案件ですね。仲間由紀恵とか。日本で言うと、法務省と最高裁判所からの案件か。国民的象徴は、だけじゃないな。国民的超絶美人マジシャンの山田です。そんな具合に、君城さんがパッションシスターズに移籍してくれたため、私も腕を振って、君城好きを公言できるようになったのです。あざす。ちょっと待て。パッションシスターズに入ったはいいが、R ちゃんに似てる点は解決してないぞ。何言ってんですか。R ちゃんは私を振り、私の元から去っていった人ですよ。君城さんは言うなれば、私のところへ来てくれた人です。鮮やかなブルー、クールなブルー、清潔な女、白だ。そういえば、ミス台湾で、ミューズガールズキャプテンだった万葉ちゃんも、中心が獲得したのか？万葉ちゃんも、バスケチアから注目される、いわゆるドラフト1位的なチアでしたが、君城さんと共に中心が獲得しました。アジ全流のエースとミス台湾を同時に引き抜くなんて、中心も強欲のツボ発動したな。いやー、この所要にはさすがの私も、申し訳なくなっちゃいましたよ。顔が笑ってるけど。わかってないですね。チアリーダーの仕事とは、競争ではなく、協調。時には他のチームとも協調し、交流を盛り上げるのが、チアリーダーの役目。どこのチームに所属してるとか、そんな些細なことは気にせず、好きなチアを、素直に好きになっていいんですよ。お前はお前のとこ来たからそう言えるだろうけどな。何言っちゃってんですかねー。私はあなたと違い、チームを問わずにチアを応援できる、器の大きな人間なんですよ。チュンチュンやサミーさん移籍しても同じこと言えるか。何それ不吉なこと言わないで。对，只是想说就是35歳YouTubeロタイ引退。君城さんと万葉ちゃんを獲得したパッションシスターズは、そのパフォーマンスを向上させていきます。まだ1ヶ月も経ってないのに、結構息が合ってるな。この後もどんどんレベル上がって、最近の会場前なんてすごいですよ。悩みの種だったチュンチュンも、今やベテランですからね。チュンチュン、今の動き、よくできたな。すごいハイレベル。このハイレベルでチュンチュンが違和感なくやってるのが一番驚く。違和感ないのが異常みたいに言うな。チュンチュンだけは、可愛いだけのことを思ってたのに。もうチュンチュンも子供じゃないんだよ。いやいや、江戸時代ならともかく、15歳はまだまだ子供でしょ。35歳な。日本科学技術大学の上田と申します。南海科学技術大学のチュンチュンです。こちらは、ナルトコラボでの会場前です。X のイラストで流れてくるやつ。やはり忍者とか、伝統系は雰囲気出ますね。かかし先生になろうとして、むしろてんてんって言われてるよな。五条悟とも言われてますね。詳しくね。君城さんは、かかし先生がタイプらしいですね。やはりサブカル女子か？こちらは螺旋岩ですね。影分身から出すタイプだ。インスタではドトン、という壁も披露しています。螺旋岩はともかく、ドトン知ってるのはかなりの2だぜ。カトン、豪華級の術。普通にすごい。まだまだ。私なんて顔に愛の字入れちゃいますよ。愛の字。ここの葉の里だから、長くれば帰ってくれんか。砂漠早々。3、2、1、ゴー！今日は皆さんに、ちょっと公開処刑し合ってもらいます。これはつえ、日本チア見直したぜ。へえ、モザイク取って君城さんと勝負してみます。モザイクはうちらの都合で入れてんだよ。日本チアは企業案件、グラビア、女優活動、観光大使、ファッションモデル、SNS、すべてのタレント活動を行いません。腐るほど仕事あるのに全部断って、製品アピールしてんの？目の前の人がこんなにも喜んでくれる。目の前にあるのは人ではなく壁ですね。うちらは無垢の巨人じゃねえ。どうしてそんなにスラスラ嘘がつける？これらのことが球団経営者の喜び組、日本チアにできると思いますか？キャバクラと同じ会話ではロス。日本チアに求められているのは、
処女性。舞妓さんにどうしてなったのか。高級料亭に来るのは上流階級なんですよ。そ知らぬふりした女子だけが被害者なんて。言わせないぜ。この福富光鬼の新人、やたら優遇されてないか？新体操歴16年だそうです。サミーさんのダンス歴なんて倍くらいある。サミーさんと式にしてるから言わないで。タレント並みの容姿、アイドル以上のダンス力、大卒教養、ファッションシスターズに入れる日本女子なんて未来永劫現れませんよ。志村、後ろ。グッドボタンと、思い思いのコメントもお願いしますね。コメントはともかく、今回はバッドボタンの方が多いだろ。